こんにちは、ジョングリです。今回はチップソーとナイロンカッターの違いと、両方の機械での芝刈りの違いをやります。2つの機械の危険性もやっていきます。半分に分けて、左はナイロンカッターで刈って、右半分はチップソーで刈ってみて、違いが見られるといいかなと思います。使う道具は、混合燃料40対1、草刈り機、ナイロンカッターとチップソー、肩掛け用の帯、保護メガネ、手袋、熊手、これらの道具を使って作業をしていきます。簡単にですが、各道具の説明をしていきます。混合燃料はガソリンと2サイクルオイルを混ぜたものです。オイルの表記は2サイクルエンジンオイルと書いてあります。混ぜ方はガソリンを入れたらそれに合わせてオイルを入れてよく混ぜてください。ガソリンを5リットル入れたとしたら、こっちの小さいメモリがある方にオイルを入れます。今回は40対1で作ってあります。ゼノアの純正オイルは FD と FC があって、FD50 対1の場合はガソリン1リットルに対しオイル 20cc、FC40 対1の場合はガソリン1リットルに対しオイル 25cc です。使う機械やオイルの種類で変わるので説明書を見て確認してください。オイルが混ざっていると青っぽく見えるのは便利ですね。熊手で芝や草を集めて実で拾っていきます。保護メガネで石やゴミから目を守ります。眩しい場合はサングラスでも大丈夫です。肩掛けの帯についているこのフックに機械を引っ掛けます。こんな感じでぶら下げて刈っていきます。手袋はクッションがついています。ほんの少しプニプニしています。指先にもありますね。こっちはないんですけど。振動工具や振動する機械にはいいと思います。振動するものを使い続けると白老病になる可能性があるため、その対策でクッション付きがいいかなと思います。花粉症やホコリやカビなどのアレルギーや喘息がある場合、マスクをするとものすごく楽になります。安全のために網でガードしながら作業します。作り方は塩ビ管を組み合わせて枠を作ります。そこに寒冷車を切って合わせて針金や結束バンドで留めていきますね。長い塩ビ管を切れば自由な大きさで作れます。ガラスの前に置いて石から守ったり、車のところに置いてボディやガラスを守ることもできます。持つ人の視点はこんな感じで、刈る人と連携して石の飛ぶ方向に合わせます。刈る人から見るとこんな感じで、網を切らないようにしたり、もう少しこっちと声をかけて連携をするようにしていきます。次は草刈り機を見ていきます。ナイロンカッターはゼノアのエンジンが大きくて力が強い BC4410 イージーです。刈るのは楽だけど重さ 7.6 キロあるのでちょっと重たいです。ここの黒い丸が回ってオレンジの紐が刃になります。棒から見て左前が一番切れる位置です。刃先がこの辺りなのでそこで刈っていきます。ここが一番切れる位置だけど、他の場所も切れないわけではないです。この辺が当たっても、反対側でも芝や草を刈ることができます。刃が当たる位置でゴミや石が飛ぶ方向が変わるので、この手前のこの辺ですね。これが回っている時に手前が当たると、右に石やゴミが飛んでいきます。右側の側面のあたりが当たると前に飛んでいくような感じです。安全であれば飛ばして大丈夫です。左前の一番切れるあたりが当たるとゴミや石が左へ飛んでいきます。基本的には左へ飛んでいくような感じです。左側面は自分の方へ飛ぶので刈る場所により臨機応変にできる感じです。チップソーは
円盤の縁にあるチップで刈ります。チップは勢いよく硬いものに当たると取れてしまいます。刃の回転が速いまま取れると、すごい勢いで飛んできて、体に当たれば怪我をするし、物に当たれば傷がついたりします。割れ物なら割れちゃったりするので、すごく危険です。それとバランスが崩れてものすごくブレます。ブレると振動が増すので、真ん中のネジを外して交換します。新しい刃もこの向きにつけてください。ネジは逆ネジです。チップ層もナイロンと同じで、刈るときはこの棒より左の前のこの辺りが刈る位置になります。ここが一番切れる位置ですね。ナイロンカッターと違うのは、それ以外の場所で刈るとものすごく危険です。例えば、この棒の正面から右側にちょっとした木があったとして、それに当たると、刃の回る勢いのまま右へ弾かれます。高回転で当たると機械が手から離れるほど勢いがあります。抑えきれず持っていられないので転倒の危険性もあります。なので、刈るときはこの棒よりも左の前の一番切れる位置で刈るようにします。ここならばちょっとした木なら全然切っていけます。キックバックをしないように気をつけましょう。エンジンのかけ方の手順をやります。最初にチョークレバーを上に上げます。そしたらちょっと見づらいんですが、この丸い部分を押します。これがポンプですね。こんな感じで押すと燃料が送られます。そしたらスターターを引きます。この機械はリコイルスターターといって、中にゼンマイのようなバネが入っていて、引く力を軽減してくれます。1回で強く引くと壊れちゃうので、ある程度の力で数回引くとバネに力が蓄積されて、バネが限界になると跳ね返りで一気にエンジンが回るイメージです。エンジンがかかりそうなので、半チョークにしてエンジンがかかったらチョークを下げます。アクセルレバーを握ると回転して刈ることができます。刈り始めは刈る範囲の左から刈っていくと、まだ刈っていないところにゴミがかぶらずに済みます。左や自分の後ろにガラスなどがある場合は、刈る向きを変えて安全に刈りましょう。小石があるところは高めに刈って飛ばさないようにしたり、石の高さで刈るか熊手でどかして刈るようにします。ナイロンカッターは壁際も楽に刈れるので便利ですね。左にゴミを飛ばしたくない場合の刈り方は、左を少し残しながら刈っていって、向きを変えて刈るようにして飛ばす方向を変えます。ナイロンコードはホコリが舞いやすいので、近所で洗濯物がある場合は時間をずらしたり風向きを意識して迷惑にならないようにやっていくといいと思います。ちょっと草が長くて重たくなってきてますね。エンジンの回転を上げれば刈れるけど、後ろにガラスがあります。なので回転を上げず上から崩して刈るのでも大丈夫です。紐の当て方や刈る向きを変えたりいろいろできるので、刈る場所で工夫してみましょう。人それぞれやり方は自由だから、刈りやすく安全なら OK です。
草が厚い場所はほんの少し上下するのも刈りやすくなります。気になる刈り残しをちょっと叩いておきます。砂利が敷いてあるところは回転を下げて高めに刈ります。ちょっと刈りづらい角も刈っていきます。クローバーは密度が高いから刈るのが大変です。少しでもエンジンの回転を上げられればかなり楽になります。回転を上げられなければさっきと同じように少し上下させるとちょっと楽です。高く刈るときは早く動かしても大丈夫ですが、重なって密度が高いところは上下で崩します。紐を長くしたいときはアクセルを吹かして地面に軽く叩きつけると少し出てきます。草があまり長くなくエンジンの回転を上げられるときは少し長めでも大丈夫です。あまり長すぎると力が弱くなって刈れなかったり、石が飛びやすくなったり、軸に絡みついて回らなくなったりします。なので機械に合う長さ、現場の状況で調節してみましょう。ナイロンカッターは物の周りを刈るのが楽です。壁際や段差の角、幹の周りや風化していないものなど、古いプランターや古いガラスなどは割れて飛び散ると危険です。危険を感じる場所は機械を使わない方が早かったりします。危ない部分だけ掘り取ったり、防草シートと砂利にしたり、コンクリートで埋めたりして危険をなくすと気分的にも楽になります。こんな感じでナイロンカッターは終わりです。チップ層のエンジンのかけ方をやります。最初にここのスイッチを始動の方にカチッとしてチョークレバーを上に上げておきます。丸い部分がポンプなのでここを押して燃料を送ります。そしたらスターターを引っ張ってエンジンをかけます。全力で引っ張らないようにしましょう。エンジンがかかってすぐ止まったらチョークを戻して引っ張るとかかります。フックをかけて返していきます。レバーは安全のため動かしても刃が回りません。レバーを下げて握ると回ります。
レバーを握って回転が上がるまで待って、弱かったらちょっと調整します。回転がスピードに乗ったら、右から左に刈って戻して少し進んでを繰り返して刈ります。クローバーが重たいから少し回転を上げます。草が密集しているところは少し回転を上げれば楽になります。草が自分の身長より高いときは全開かそれに近い高回転が必要になります。地際から1回で刈るのが大変なら 2,3 回に分けて刈ると楽になります。重たい草を一気に刈ると重みで刃が回らなくなるので、分けて刈る方が早い場合もあります。刈る場所に合わせたやりやすいやり方を見つけてみましょう。少しずつ刈っていくと草が左に集まります。進む一歩が大きいと左に集まらなかったり、刈り残しや虎刈りになりやすくなります。虎刈りは刃が通った跡が模様に見える刈り方で段差がつく感じです。足をあまり上げずにすり足で進むイメージです。平らではないところで振り方を速くすると弾んでしまいます。ゆっくりめに動かして地面を削らないように気をつけます。地面を削ると砂や石が飛んでホコリも出ます。近所で洗濯物が干してあると迷惑になってしまいます。時間を変えるか風向きを意識するか高く刈るなどの対策をしましょう。砂利の中になるべく草が入らないように少し残して刈って、向きを変えて集まった草を絡めながら横にどかします。草がかぶると刈り残しの原因になるため、刈り終わった場所に集めておくと楽です。壁際などを刈るときは押し付けないようにします。押し付けると音がかなり大きかったり、チップや破片が飛ぶこともあって危ないです。刃を当てるというよりギリギリ沿わせるようにすると、音がシャリシャリという感じに聞こえます。この時もキックバックが起きないように、体の向きをほんの少し変えて刈る位置が当たるようにします。棒の左前を沿わせて回転を調節しながら刈る感じです。単管の周りも沿わせて刈ることができます。硬くて表面がツルツルだとキックバックは起きにくいですが、チップがついていない場合はやらないでください。チップが取れた部分は引っかかりができて跳ね返されるような感じで弾むので危ないです。手でむしるか刃の交換をしましょう。見えづらいから草を払ってどかしてゆっくり刈ります。刈るところにあるものはめんどくさがらず移動させます。刃や中心部に絡まる方が面倒です。炎天下で面倒は精神的にも辛くなります。とりあえず刈り終わりました。仕上がりはわからないけどゴミの寄り方に違いがありますね。片付けは足元に向かって熊手で軽く引けば集まります。力を入れて地面に押し付けなくて大丈夫です。草が重たい場合はアルミの熊手を使うと楽です。両手で熊手を使う時の注意は力の入れすぎです。重たい草を無理やり集めようと力を入れすぎると柄が折れてしまいます。ほうきのように立てて集めると柄が曲がりやすいです。
重たいゴミを右から左に押すような動きは力がかかりやすいです。引いて集めるのがいいかなと思います。草の山を筋にしておいて、熊手を立てずに寝かすようにして、スーッと押していくと、集めるのが楽です。ゴミの量は軽トラックの煽りより下でした。燃えるゴミ袋大で8袋前後かなと思います。終わったので確認していきます。遠目に見るとあまり違いがないかもしれないですね。しゃがんでみるとチップの方が粗があるように感じます。部分的に虎狩りっぽいです。砂利の部分はチップ層だとほぼ残ってるから手で抜くか除草剤でいいと思います。ナイロンコードの方も少し残ってるので手で抜くか除草剤が必要そうですね。鉢の周りと壁際と木の周りはナイロンコードで楽に刈れました。チップは密度が高い芝を平らに刈るのは難しいので、刈ってあれば大丈夫という感覚ならこれでいいと思います。ナイロンコードは段差が少なく刈れて平らに見える感じなので、芝刈りはナイロンコードの方が楽だと思います。補足とまとめです。作業中に入っていなかった補足は、機械を使っている人に声をかけるときは、後ろから声をかけないようにして、作業者の前方で視界に入る離れた位置から声をかけるようにします。チップ層が回ったまま振り返る危険があるためです。キックバックの可能性があるため、右側も危ないです。機械を使っている人は、呼ばれたら刃の回転とエンジンを止めて、刃が回転したまま移動しないようにします。話すときはエンジンがうるさいのでエンジンを止めます。作業に集中しすぎず、周りを意識して一緒に作業をしている人の行動や近くを通る人や車を確認します。現場の状況の把握が大事だと思います。網を持つ人が気をつけることは、網を持つ人も保護メガネをします。周りをよく見て買っている人に声をかけるようにします。人が通るよ、空き缶落ちてるよなど、買っている人が気づけないかもしれないことを助ける役割です。人に怪我をさせたり、何か物を壊してしまうと嫌な気持ちになるので、相手を思いやる気持ちで嫌な思いをなくせるといいかなと思います。今回使った機械のエンジンの止め方は、ナイロンコードの機械はスイッチがないので、赤い本体右上の黄色いボタンを押すと止まります。チップ層はスイッチを停止にすると止まります。使う機械で違うので、使用前に説明書で確認してください。ここからまとめです。混合燃料は50対1、40対1、25対1、20対1などいろいろあります。使うオイルと機械で変わるので、使用する機械の説明書で確認してください。ガソリンとオイルはよく混ぜるようにします。ナイロンコードとチップ層は1台の機械でも大丈夫です。アタッチメントを買えばネジ1本外すだけで交換可能です。ネジは逆ネジで水道をひねるのと逆って感じです。閉まると開くが反対回しです。チップの刃の向きに注意して裏返しにつけないようにしてください。ナイロンコードヘッドは今回使用したのは叩き出しタイプですが、手動でナイロンコードの長さを調節するものや自動で長さを維持するものがあります。形状も様々で円の大小もありますが、小さめなら狭い場所も刈ることができて便利です。ナイロンコードを使って刈るときに気をつけることは、一番切れるのは左前です。どこに当たっても切れるけど、石の飛ぶ方向に気をつける必要があります。それと、ホコリが舞いやすいです。便利ポイントは、壁際、角、隙間など細かい場所も楽に刈ることができることです。ナイロンコードの種類はたくさんあり、硬い草にも使えるものもあります。いろいろな使い道があって便利だけど、慣れと注意力が必要です。チップ層を使って刈るときに気をつけることは、一番切れるのは左前で、それ以外のところが当たると危ないです。キックバックが超危険です。
地面を削るとホコリが舞います。便利ポイントは草の種類を選ばず、硬い草も枯れることです。太くなければ木や竹も切れてしまいます。エンジンが小さく軽い機械でも十分に刈ることができます。もしもの怪我のダメージが大きいので本当に注意が必要です。チップは刃物です。刈り方は右から左に刈って右へ戻してすり足の感じでほんの少し前へ出る感じです。刃の切れる位置の幅が歩幅のイメージです。刈った後ずりずり進む2本の足跡がつきます。一歩が大きいと刈り残ってしまうかもしれません。ナイロンコードとチップ層での芝刈りの仕上がりの違いは、ナイロンコードの方がいいと思います。チップ層でもできるけど段差が目立ちやすいです。使う場所に合わせてナイロンコードとチップ層を使い分けるのが安全と効率につながると思います。最後までご視聴ありがとうございました。